今回はジ・アサシンベイビーブランドン・モレノの紹介をしたいと思います。ブランドン・モレノ MMA 戦績21勝6敗に分け UFC 戦績9勝3敗に分けメキシコ出身の29歳、現 UFC フライ級王者です。柔術黒帯を持つグラップリング力をベースに21勝のうち11勝をサブミッションで勝利していながら、高いボクシングテクニックを持つ、打撃でも KO できる力を持つオールラウンダー。またオクタゴン外では明るく笑顔で愛すべきキャラであり、ニックネームはジ・アサシンベイビー。フィギュア集めが趣味であり、ファンコポップスやレゴなどフィギュアを多数コレクションしており、コレクション専用の部屋を持っているそうです。ブランドン・モレノはメキシコのティファナで生まれ、メキシコのお祝い事によく使われるくす玉、ピニャータのお店を経営する両親の下で育ちました。モレノは子供の頃からピニャータが好きで、ピニャータの製造と販売を手伝っていたそうです。12歳の時、放課後に何か学びたいと思っていたモレノは、当時ぽっちゃりした体型だったこともあり、母親がチラシで見つけた MMA ジムに入会。モレノは幼少期から弁護士になることが夢で、弁護士の学校に通っておりましたが、次第に MMA に熱中し、MMA ファイターで世界一になるという新しい夢を見つけました。2011年、地元メキシコで17歳の若さでプロ MMA デビュー。デビュー当初は勝ったり負けたりの戦績を繰り返しましたが、2014年にはアメリカのローカル団体 WFF フライ級王者に輝くと、その後3度防衛し8連勝。2016年 MMA11 勝3敗の成績で USC 契約をかけたリアリティショー The Ultimate Fighter シーズン24に抜擢。このトーナメントは USC 契約をかけた戦いでもあり、当時 USC フライ級でランカーを一通り倒し、相手がいなくなっていた絶対王者デメトリアス・ジョンソンの次期挑戦者を決めるトーナメントでもありました。世界各国 MMA 団体のフライ級王者16人が選ばれており、ブランドン・モレノは WFF フライ級王者として参加。同トーナメントに参加した現ライジンファイターでシュート王者として参加していた扇久保博正選手と同じ部屋で共同生活し、切磋琢磨しておりました。しかし1回戦でアレッシャンドリ・パント王者に一本負けでトーナメント敗退。22歳で USC 契約の大きなチャンスをつかみかけましたが、世界の高い壁に阻まれました。しかしモレノはトーナメント初戦で敗退したにもかかわらず、2016年10月 USC 本戦で直前の負傷欠場者の代役に抜擢され、 USC との契約を果たしております。 USC デビュー戦ではいきなりランキング9位のルイス・スモルカーと対戦。ルイス・スモルカは元 PXC 王者で4連勝中、オッズも4倍近くつけられており、圧倒的不利とされておりました。しかし試合は下馬評を覆してギロチンチョークで1ラウンド一本勝ち。タフ1回戦負けのモレノが緊急出場でランカー相手にビッグアップセットを起こしました。2016年12月、ライアン・ブノアと対戦し判定勝ち。2017年4月、ダスティン・オーティスと対戦し2ラウンドリアニーキッドチョークで一本勝ち。試合後モレノは、もしかしたら今日じゃないかもしれない、明日来月でもないかもしれない、でもこれだけは言える、いつかチャンピオンになる、約束すると話しました。タフ1回戦負け後、大きなチャンスをつかみ USC3 連勝を果たしたモレノでしたが、試練が訪れます。2017年8月、地元メキシコ大会のメインに登場し、当時ランキング6位のセルジオ・ペティスに判定負け。2018年5月、タフ1回戦で敗れた当時ランキング12位のアレッシャンドリ・パント王者と対戦し判定負けで連敗。そして同時期に USC フライ級廃止騒動が勃発。USC フライ級は2012年の設立から約6年間デメトリアス・ジョンソンが絶対王者として君臨。 USC フライ級王座防衛記録11回を持つ王者が君臨していながらも、ペーパービューは他の階級に比べ圧倒的に売れず、 USC フライ級は人気がありませんでした。この状況から USC フライ級を廃止するという話が出始め、 USC フライ級の契約選手が次々とリリース。モレノはまだランカーにもかかわらず USC のフライ級廃止騒動に伴い USC からリリースされてしまいました。そしてさらに同時期にプライベートでも問題が発生。モレノは高校3年生の時に出会った妻と結婚しており、2018年9月には2人目の娘が生まれ、幸せな家庭を築いておりました。しかし生まれたばかりの次女が大きな病気を抱えたことにより、手術が必要な状況に直面。手術で多額のお金が必要にもかかわらず USC からリリースされてしまいました。モレノは実家のピニャータビジネスを手伝い、両親からのお金の助けも借りて、なんとか金銭的な問題を乗り越えることができ、娘の手術も無事成功。モレノは2018年は私の人生で最悪の年だったと話しております。USC からのリリース、娘の病気、経済的問題で人生の挫折を味わったブランドン・モレノでしたが、この最悪の年を乗り越えたモレノは快進撃を見せます。
2019年1月、当時 USC フライ級王者ヘンリー・セフードがフライ級で USC バンダム級王者 TJ ディラショーと対戦し、1ラウンド秒殺 TKO 勝ちでフライ級王座防衛に成功。試合後セフードは、フライ級のみんなを代表して戦った。この階級を潰すなんて考えないでくれ。デイナ、しっかり話し合おうとコメント。それを受けて USC 代表デイナ・ホワイトは、私はフライ級が消滅すると言ったことがあったか、なくなると言ったことがあったか、存続は間違いないとコメント。一度はなくなりかけた USC フライ級でしたが、セフードのおかげで存続が決定。モレノは USC 復帰を目指し、北米メジャー団体の登竜門である LFA と契約。2019年6月、LFA フライ級王座決定戦として、マイケル・ペレスに4ラウンド TKO 勝ちで LFA フライ級王者に輝きました。LFA フライ級王者に輝いたモレノは、すぐに USC との再契約を果たしました。2019年9月の USC 復帰戦では、当時 MMA 戦績11勝0敗、全フィニッシュ勝利中のロシアの最強団体 ACB フライ級王者アスカル・アスカロフと対戦。鳴り物入りで UFC と契約したアスカロフを相手に唾液でぐらつかせる場面を見せるも判定でドロー。しかし海外の MMA メディアサイトの採点では13人中12人の記者がモレノの勝利を支持しておりました。2019年12月、当時ランキング6位のハイカラ・フランスに判定勝ち。2020年3月、当時ランキング3位のルシー・ホルミーガに判定勝ち。2020年11月、当時ランキング6位のブランドン・ロイバルにパウンドで1ラウンド TKO 勝ち。USC 再契約後、3勝1敗の成績を上げ、2020年12月、王者デイブソン・フィゲーレードとの USC フライ級タイトルマッチにたどり着きました。デイブソン・フィゲーレードは当時 MMA 戦績20勝1敗。フライ級ながら強烈なパンチ力の KO パワーと決めの強さを持っており、20勝のうち9つの KO、TKO での勝利、8つのサブミッションで勝利しているフィニッシャー。USC 契約後、軽量級離れしたパワーでランカーを次々と倒し、USC 契約後、約2年でトップランカー入り。2019年12月に USC フライ級バンダム級2階級王者ヘンリー・セフードがバンダム級に専念するためフライ級王座の返上を表明すると、2020年2月空位となったフライ級王座をかけてランキング1位のジョセフ・ベナビデスとの対戦が決定。しかしフィゲーレードが体重超過し、ベナビデスが勝利した場合にのみチャンピオンの称号が授けられることを条件に試合が行われると、トップコンテンダージョセフ・ベナビデス相手に終始圧倒し2ラウンド TKO 勝ち。2020年7月 USC フライ級王座決定戦としてジョセフ・ベナビデスとのダイレクトリマッチではスタンドで何度もダウンを奪い、最後はリアネイキッドチョークで締め落として一本勝ち。一方的な展開で勝利し USC フライ級王者に輝きました。2020年11月、初の防衛戦としてランキング4位のアレックス・ペレスと対戦し、1ラウンド早々にギロチンを決め王座初防衛に成功。USC フライ級からデメトリアス・ジョンソン、ヘンリー・セフードが抜けた後のフライ級王者であり、長期政権の予感を感じさせる圧倒的な強さを誇っておりました。試合は驚異的な粘りを見せ、テイクダウンを奪うなど善戦しましたが、判定ドローで王座獲得には失敗。しかし USC 代表デイナ・ホワイトがフライ級史上最高の試合と称賛するほど非常にレベルの高い攻防を見せ、ファイト・オブ・ザ・ナイトを獲得。モレノの評価は大きく上がりました。試合後モレノは、肩を痛めたけどすぐに練習を再開したい、いや家族の元に帰りたいかな、ベルトを取りたかったけどまずは家族の元に帰って子供たちを強く抱きしめたい、もちろんリマッチしたい、ファンのためにも僕のためにもと話しました。2021年6月、王者デイブソン・フィゲレードと USC フライ級タイトルマッチとしてダイレクトリマッチが決定。オクタゴンで半年ぶりの再会。今回再度掴んだこのチャンスを何としてでもものにしたい一戦でした。試合前モレノは、フィゲレードはすごく敬意を持った人なのに自分の試合に特別な色を出そうとしていて、イケてるやつって感じでやるんだけど、彼は僕と同じように家族がいて奥さんがいてお嬢さんがいるだろう、超いいやつに決まっている、彼はちょっとやべえやつ感を出そうとしすぎだよ、そんなことをする必要はない、彼はリスペクトフルな男だよと話しておりました。試合は1ラウンドから左ジャブでダウンを奪う場面を見せ、3ラウンドにリアネキッドチョークで一本勝ち。モレノはメキシコ人史上初となる USC 王座獲得に成功しました。一度は USC からリリースされたモレノでしたが、諦めずに USC と再契約し王座を獲得するというアメリカンドリームを体現。そしてパフォーマンスオブザナイトを受賞しました。試合後モレノは、すごく辛い時間が人生の中にはあって、2018年はひどかった、2試合負けて速攻 USC をリリースされて、とにかく娘の手術代も必要でお金を稼げることを何かしなきゃいけないって頑張った。でもそういう全部が今日この瞬間に生きている。オクタゴンに挑戦し去っていったファイターには諦めないでと言いたい。
言葉で言うのは簡単なんだけど、本当に犠牲だったり規律のある生き方ですごく辛い時間が訪れるし、すごくしんどい。でも本当に実現したいならやり続けることだ。 USC からリリースされることは道からそれることではないから。僕は知っている、信じている、君ならできる、諦めるなと話しました。 USC ではあまり人気がないフライ級の選手ながら SNS のフォロワーも増え、モレノは一夜にして人気選手となりました。後日、地元メキシコ大統領のもとに USC のベルトを持って訪問。大統領はモレノを称賛し、メキシコの人々にモレノのように夢を叶えるよう SNS で呼びかけました。2022年1月、初の防衛戦としてデイブソン・フィゲレードと3度目の対戦。今度は王者として挑戦者フィゲレードを迎えることとなりました。試合前、モレノは前回フィゲレードに勝利したことでメキシコ大統領やボクサーのカネロ・アルバレスとも知り合いになった。フィゲレードは私にとって最高のスポンサーだ。彼が私の家や車のお金を支払ってくれるからもう一度戦うことができるんだと話しました。試合は一進一退の攻防を繰り広げるも僅差の判定負け。王座陥落したものの3度目も素晴らしい攻防の激闘を繰り広げ、ファイトオブザナイトを獲得。これで対フィゲレードとの戦績は1勝1敗1分け。完全なるイーブンとなりました。試合後、モレノはジムに戻って家族と過ごし、もう一度試合を見直してより強くなって戻ってきたい。4戦目の扉が開いているのだからクレイジーだ。彼ともっと歴史を作ることができる。俺はこれまで以上にハングリーだし、もう一度彼に会いたいと話しました。モレノは敗戦後、拠点を地元メキシコから USC パフォーマンスインスティテュートもあるラスベガスに移しました。またボクシング技術改善のためアメリカで最も有名なボクシングコーチの一人であり、ボクシングヘビー級王者タイソン・フューリーなど数々の世界王者を指導してきたホロヘ・カペティロの下でトレーニングを行うようになり、ボクシング技術がさらに向上しました。2022年4月 USC277 で王者フィゲレード対モレノの4戦目が計画されておりましたが、フィゲレードが指を負傷したため防衛戦がしばらくできない状況に。代わりに USC フライ級暫定王座決定戦としてランキング2位のハイカラフランスと約2年7ヶ月ぶりに再戦が決定しました。ハイカラフランスは当時 MMA 戦績24勝9敗、元 USC ミドル級絶対王者イスラエル・アデサニア、 USC フェザー級絶対王者アレクサンダー・ボルカノフスキーと同門のシティキックボクシング所属。フライ級ならではのスピードを持ちながらフライ級離れした倒せる打撃を持つストライカーです。USC 契約後、試合を重ねるごとに実力を上げていき、2021年12月にはフライ級転向初戦の元 USC バンタム級王者のボディ・ガーブラントに右フックでチランと TKO 勝ち。USC 人気選手のガーブラント相手にインパクト大の KO 勝利で一気に評価を上げました。2022年3月、ランキング2位で MMA 無敗のアスカル・アスカロフに判定勝ちで強豪相手に3連勝中、タイトル挑戦圏内にたどり着いておりました。両者は2019年12月に一度対戦しており、当時 USC3 連勝中だったカイカラフランスでしたが、リーチに勝るモレノがジャブで攻略し、モレノが判定勝ちしておりました。試合は3ラウンド左前蹴りをボディに突き刺し、ダウンを奪いパウンド連打で TKO 勝ち。モレノは USC フライ級暫定王座獲得に成功し、ファイトオブザナイトを受賞しました。試合後、モレノはあの蹴りをキャンプでずっと練習していた。またこのベルトを掲げられて嬉しい。フィゲレードはどことフィゲレードに呼びかけると、フィゲレードはオクタゴンに登場。モレノはファイトウィークが始まってずっとフィゲレードとやりたいと思い、憎しみもある。妻も父も見ている。家族のためにもネガティブな感情をぶつけたくない。あなたのことは嫌いじゃない。君と試合をしたいと話しました。フィゲレードは彼こそが今日のチャンピオン。みんなリスペクトしてほしい。みんなのために最高の試合をした。この試合を俺のホームブラジルに持っていきたいと話し、モレノはどこでもやるよと答えました。そして2023年1月 USC フライ級王座統一戦として正規王者フィゲレードと USC 最多となる4度目の対戦が決定。モレノ対フィゲレードの戦績は1勝1敗1分け。フィゲレードの地元ブラジル大会でお互い手の内を知り尽くした者同士の完全決着戦が行われることとなりました。試合前、モレノはデメトリアス・ジョンソンがフライ級で残したレガシーは理解している。彼は 100% 絶対的なチャンピオンだった。すごすぎる。またヘンリー・セフードがいる。そんなに何度も防衛したわけではないけどデメトリアスを倒した。そして階級が揺らいでいて、この階級は消滅させられようとしていた時期に TJ ディラショーを倒しフライ級を存続させた。だからヘンリーが成し遂げたことは特別なことだ。自分のエゴかもしれないが、今フィゲレードと自分がやっていることは本当に大きなことだと思う。
他のコンテンダーが発展し続けるための門戸を開いている。フライ級に起こり得る最高のことだと思う。しかし彼と戦うのはこれが最後だ。自分の計画はデイブソン・フィゲレードをフィニッシュすること。この試合は素晴らしいものになると約束すると話しました。試合は3ラウンドに左フックをフィゲレードの右目にビッグヒットさせ、3ラウンド終了時にフィゲレードの右目が塞がったためドクターストップで TKO 勝ち。ブランドン・モレノは王座統一に成功し USC フライ級正規王者に輝きました。これでフィゲレードとの戦績は2勝1敗1分け。試合後のインタビューでフィゲレードはバンタム級転向を示唆。モレノ対フィゲレードに終止符が打たれました。フィゲレードの地元ブラジルの会場からは大ブーイング。試合後モレノはフライ級で4回対戦しているが、このベルトは自分にとってとてもハードなものだった。ブラジルの人たちの気持ちはわかるけど、ただ家族のために食べ物を手に入れたいだけだと分かってほしい。ビバメヒコと話しました。モレノがケージに出るときには警備員たちがモレノの体を周囲から抱きかかえるようにして花道を逃げるように退場。モレノには客から物やドリンクが投げ込まれました。舞台裏ではランキング2位のアレッシャンドリ・パントージャと出くわし、モレノは次の防衛戦はパントージャだと約束するよと話しました。モレノにとってパントージャは過去2度敗北を喫している因縁の相手。デメトリアス時代、セフード時代に次ぐモレノ対フィゲレド時代であるフライ級第3章の幕が閉じ、 USC フライ級で新たな章が始まります。モレノは過去のチャンピオンたちから今後どのように振る舞うべきかを学んだと語っております。これまでの歴史を振り返ると、タイトルを獲得した後に少しずつ変わっていき、ろくでもないやつになった選手がたくさんいる。私はそのようなやつにはなりたくない。とても庶民的な家庭に生まれて、人生の中でたくさんのいいことを教えてもらってきた。今チャンピオンでいることがとても楽しい。フィゲレードに勝って人生を変えたけど、その後で負け始めるようなやつにはなりたくないんだ。レガシーを築きたいと話しておりました。以上です。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。